皆さんこんにちは。ロシア在住日露夫婦ボバと桜子です。私たちが住むロシアボルゴグラードに大寒波がやってきました。今日はロシアに住んで5年、これまで誰にも話してこなかった日本人妻である私の本音をありのままにお話しします。どうぞ最後までご覧ください。約5年前、私は初めてロシアにやってきました。当時はコロナ禍。本来であればロシアを旅行してから結婚を決断する予定でしたが、観光ビザは発給停止。結婚を前提とした特別な許可を得てビザが発給されました。覚悟を決めてやってきたロシア。初めは見るものすべてが新鮮。独特の雰囲気。人も建物も景色も毎日が驚きの連続でした。ロシア生活で最初にぶつかった壁はやはり言語でした。実はロシアに来るまでロシア語をほとんど勉強してこなかった私は、通訳をしてくれるボバにいつも頼りきり。ボバを通さなければ何も話せない。簡単な会話もできない。毎日勉強しているのに思うように結果が出ないと感じる時間が長く続き、ある時期は半年ほど全く勉強が手につかなくなるほどロシア語が嫌になったこともありました。そしてボバとの関係もこれまでずっと順風満帆というわけではありませんでした。お互いの文化や価値観のズレから大きな喧嘩をしたこともあります。ある時はもう我慢の限界で日本に帰ろうと思い、スーツケースに荷物を詰め始めたこともありました。気持ちのすれ違いというよりは、生まれ育った環境から来る価値観の違い。付き合っていた頃は珍しくて面白く思えていたことも、一緒に住むと理解し合えないことに苛立ちや悲しさを感じました。友達が作って持ってきてくれました。ドライフルーツと、これはナッツと蜂蜜かなが入ってます。そして一番大きな壁となったのはウクライナとロシアの情勢でした。2022年2月、当時ロシア語がまだ不十分だった私は、ロシアにいながら情報のほとんどを日本のニュースや SNS に頼っていました。一方、私の生活そのものは信頼のおけるロシア人の友人や家族に囲まれていました。この2つの現実の間に立ち、お互いの立場や情報の違いから理解が全く追いつかず、それでも理解したいという気持ちだけが先走り、ためになりそうな情報や動画を必死に探しては見ていました。ボバは以前よりも頻繁にウクライナに住む親戚と電話のやり取りをするようになりました。どちらが正しくてどちらかが間違っているという単純な話ではなく、私は自分が信頼する大切な人たちの中でこの状況をどう考えればいいのか長い間分からず、何もできない無力感と絶望感で
眠れない夜が続きました。これは国際結婚という選択をした時には想像もしていなかった私に重くのしかかった現実でした。試練はありましたが、ロシアに住んでみて気づいた素敵なこともあります。その一つが景色です。私の地元である北海道を強く思い出す風景がここにはあります。ロシアに来てモスクワで初めて見た赤い七かまどの実、空に向かってまっすぐ伸びる白樺の木、見渡す限りどこまでも続く広い地平線、そして凍りついて真っ白に染まる木の枝。ロシアの景色は確かに異国の光景ですが、私にとってはどこか懐かしくてほっとする感覚も味わうことができます。Да нет, я думаю, нет. Держись. Меня сулит скорее. Скорее, Ой, это больно. О, Торика наш. можно так. Торика мой. Первый. Смотри, очень красиво. Что такое? Ну да. Здесь. Чик-чик-чик. Ну да. Мне даже так видно, если честно. Видно? Да, я все вижу. А здесь страшно. Замерз. А! Вкусно. Ва, самый. Как дела? Где? Зубы.ボルガ川の氷上で釣りをしている人がいます。
今外の気温がマイナス20度です。家の中はстоит? Можно стоять? 22-23, наверное. Не, было 25. Дома 25. Да. У меня шортик. И то это для видео, так его без шортик. Тебе 480, так 550. Бычок сколько? Один, два? Ну-ка. Образец. Ну да, уже образец. Да. Как надо. Где теплее на улице? Да, минус 16. А, ну да.ロシアの風景に故郷を感じる一方で気づくことがあります。それは自分の中の日本の感覚が少しずつ薄れていると感じることです。雪だるま作ってます。まず日本語、ロシア生活を始めてから約2年もの間、日本人に全く会わない時期がありました。もちろん日本にいる家族や友人とは連絡を取っていましたが、それでも久しぶりに日本に帰った時、お店の人と話していて敬語に詰まり焦りを感じました。日常生活で日本語を使っていないハンデを実感せざるを得ませんでした。なんだ？この YouTube チャンネルを始めた時も同様でした。いざ動画を作ろうとすると日本語の言葉や表現がすぐに出てこない。慌てて日本の電子書籍の定期購読を契約したのは今では懐かしい思い出です。独特のセンス。ボルゴグラードは雪が降っても湿った雪ではなくサラサラした雪なので、こうやって雪だるまが作れるのは本当に珍しいです。次に良くも悪くも日本にいた時に気になっていたような人目や細かいことが気にならなくなりました。ロシアにいる時は以前より人目を気にする自分ではなくありのままの自分でいられると感じることが多くなっています。家の中は24度。今日は、外がマイナス20度なので、はい、重ね着に重ね着をしました。着膨れしてます。今から外に行きます。Ага. Русский доширок. А, есть. О. Наливай. И закрыть, да? Сколько? 5 минут ждем? Да. Красота. Как будто на облака. Ну да. Волгоградский сюрикен. Сюрикен? Да. Слушай. Шух. Сюрикен, знаешь, Все знают в России сюрикен на японском. Все играли, все себе делали, вырезали. Из железа, да. Видишь? Видишь? Замерзли.
горячий так. Ну да. Что, вкусно хоть? О, Замерзла, да? Ну горячей водой надо будет заливать. Не, оторвешь, не надо так делать. Лей. Больше, больше, больше. Лей, лей, я вот. холодно. Лицо холодно. Как тебе доширак? Он стоил 120 йен. Холодно. А вот ты уже. Вот представь, что ты вчера пила очень много, сегодня тебе плохо. И вот это утро после пьянки. Как он тебе? Если ничего нет, то можно. Что? А не, можно пить. А подними, он замерзнет, нет? Ну да, вот так подержи. Будем есть необычным способом. Я чувствую свой желудок. Холодный. Ну, хлеб лучше. Даже холодный хлеб лучше. Завтрак от любимой жены. Спасибо большое. И тебе тоже спасибо большое за завтрак. Все. Красота.火が凍ってますね。目が凍りました。見えますか？パリパリ。暑すぎる。今散歩してきたんですけど、マイナス23度です今日は。楽しすぎました。Очень хорошо, что красивая зима, можно смотреть и на дороге ноль снега. Это идеально. 現在こうして YouTube をやっていて本当に良かったなと思うことがあります。それは普段の生活では知り合えない多くの視聴者の皆さんとつながれることです。私にとってコメントを読んだり返信を考えたりする時間がかけがえのない日本語とロシア語を磨く時間になっています。
いつも動画を見てくださる視聴者の皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。うわースター。Араб какой-то. Ему вообще очень холодно должно быть. ロシアの冬はまだまだ続きますが、北海道を思い出す景色を見ながら、ロシア語の勉強も日本語を忘れないための努力もこれからも続けていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。До свидания.